皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も皆さんと一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。あ、常連客のたくやさんがいらっしゃいましたね。いらっしゃいませ、たくやさん。こんにちは、うさぎ店長。今日もコーヒーをお願いします。かしこまりました。たくやさん、最近どうですか？東京の生活にはもうすっかり慣れましたか？はい、おかげさまで。でも時々地元の田舎を思い出しますよ。東京は便利ですけど、やっぱり人が多いですね。わかります。実は私も田舎の出身なので、上京したばかりの頃は都会と田舎の生活の違いにとても驚きました。今日はぜひその田舎と都会の違いについてお話ししませんか？リスナーの皆さんも日本の生活に興味があると思います。いいですね。話しましょまず一番の違いは交通手段ですよね。東京は本当に電車が便利です。数分待てば次の電車が来ますから。そうですね。私の地元では電車は1時間に1本しか来ませんでした。バスも少ないので移動は絶対に車でしたよ。高校生になって自転車で通学するまではどこへ行くにも親の車に乗せてもらっていました。私の地元も同じです。コンビニに行くのにも車を使っていましたよ。歩いていくと30分くらいかかってしまいますからね。一人に一台車が必要な車社会ですよね。ええ、だから東京に来て一番驚いたのは歩く量です。駅から会社まで、駅からスーパーまで、毎日たくさん歩きますよね。最初はとても疲れました。本当にそうですね。それから都会の満員電車にも驚きました。朝の通勤時間は人が多すぎて電車に乗れないこともあります。田舎にいた頃は車の運転は少し疲れますが、自分の好きな音楽を聴きながら一人でリラックスして移動できていましたから、満員電車は今でも少し苦手です。私も満員電車はストレスです。でも都会は自分で運転しなくていいので、移動中にお酒を飲んだり本を読んだりできるのはとてもいいところだと思います。次は田舎についてですが、拓也さんは東京の家賃についてどう思いますか？高いですね。本当に高いです。私の今の東京のアパートは家賃が毎月8万円くらいですが、部屋はとても狭いです。ベッドと机を置いたらもうスペースがありません。私も同じですよ。地元なら8万円あれば広くて綺麗な家族用のマンションに住めますよね。私の田舎の実家は一軒家で、自分の部屋もとても広かったので、東京の部屋を初めて見たときは、こんなに狭いのと少しショックを受けました。わかります。でも生活費全体で考えると面白いですよね。都会は家賃が高いですが、田舎は車の維持費がたくさんかかります。ガソリン代、保険代、車検代などですね。そうなんですよね。それに、田舎は都市ガスではなくてプロパンガスを使うことが多いので、毎月のガス代も都会より高かったです。だから家賃は安くても別のところでお金がかかるんですよね。トータルで考えると生活費は劇的に安くなるわけではないかもしれません。でも田舎の広くて静かな家でのんびり生活できるのは大きなお金に換えられない魅力がありますね。続いて、買い物と娯楽についてです。都会は本当に何でもありますよね。24時間営業のスーパーやコンビニもたくさんありますし。はい。夜中に突然アイスクリームが食べたいと思っても歩いてすぐ買いに行けるのは都会の素晴らしいところです。映画館や美術館、大きなショッピングモールもたくさんあって週末の遊びには困りません。そうですね。私の地元では夜8時になるとほとんどのお店が閉まってしまいます。夜10時を過ぎると外は真っ暗で誰も歩いていませんでした。私の地元も夜は真っ暗でしたよ。街灯も少ないですからね。でもそのおかげで星空がとても綺麗でした。東京は夜も明るいので星がほとんど見えなくて少し寂しいです。素敵なエピソードですね。田舎には最新の映画館や大きなショッピングモールはないかもしれませんが、山や川、綺麗な海など自然という最高の娯楽がありますよね。週末に家族でバーベキューをしたり釣りに行ったりするのは田舎ならではの楽しみです。そうですね。どちらにもいいところがあります。都会の便利で刺激的な生活も楽しいですが、時々
田舎の自然や静かな夜が恋しくなります。私も同じ気持ちです。そして忘れてはいけない人間関係とコミュニティですよね。これは住む場所によって本当に大きく違いますよね。拓也さんは今住んでいる東京のアパートのお隣さんの顔を知っていますか？いや、実は全く知らないんです。今の部屋に引っ越して3年になりますが、挨拶をしたこともありません。朝家を出る時間が同じになった時に、遠くから少し姿を見たことがあるくらいです。東京では隣にどんな人が住んでいるか知らないのが普通ですよね。そうですよね。私も同じです。東京は人が多すぎるので、みんな少し距離を置いて生活しています。これをドライな人間関係と言ったりしますが、誰かに干渉されないので、プライバシーが守られていてとても気楽ですよね。そうなんです。休みの日に一日中パジャマで過ごしていても、近所の目を気にする必要がありません。でも、田舎は全然違いましたよね。はい、私の地元はご近所さん同士のつながりがとても強かったです。例えば私の実家では玄関の鍵を開けたまま外出することもよくありました。近所のおばあちゃんが大根がたくさん取れたから置いていくねと言って家の中に野菜を置いて帰るんです。ああ、お裾分けですね。うちもそうでした。夏になるとご近所さんからトマトやキュウリをたくさんもらうので、冷蔵庫の中が野菜でいっぱいになりました。母も料理をたくさん作った時はタッパーに入れて隣の家へ持って行っていましたよ。とても温かいですよね。困った時は助け合うことができる素晴らしい文化だと思います。でも少し大変なこともありませんでしたか？ありました。田舎は情報の伝わるスピードがインターネットより速いんですよ。私が高校受験の時、志望校に合格したというニュースが私が両親に伝える前に、なぜか近所のおばちゃんたちの間で知れ渡っていました。ふふふ、それは田舎あるあるですね。隣町の田中さんの家の息子さん、東京の大学に行くらしいよとか、伊藤さん最近結婚したらしいねという個人的なニュースがあっという間に街中に広がります。プライバシーはあまりないかもしれませんね。それに地域の行事もたくさんありました。日曜日の一番眠い朝7時くらいに草刈りといって、町内のみんなで公園や道路の草を切る掃除の集まりがあるんです。学生の時は休みの日なのにめんどくさいなぁといつも思っていました。わかります。お祭りのお手伝いや町内会の会議などコミュニティに参加する義務がたくさんありますよね。でも大人になって東京で一人暮らしをして風邪をひいて寝込んだ時、東京には私を心配してくれるご近所さんはいないんだなぁと少し寂しくなったことがあります。確かに都会の自由と田舎の温かいつながり、どちらもいいところと悪いところがあってバランスが難しいですね。では最後のポイント、仕事と収入について話しましょう。拓也さんは東京で転職を経験していますよね。東京の仕事環境はどうですか？東京はとにかく選択肢が多いです。IT、デザイン、金融、エンターテインメントなど世界中のあらゆる仕事が東京に集まっています。転職サイトを見ても毎日何千という新しい求人が出ますから、自分がやりたい仕事を見つけやすい環境だと思います。本当にそうですね。大企業も外資系の会社も多いので、お給料の平均も田舎に比べるとかなり高いです。でもその分競争も激しいですよね。電車の中で夜遅くまでパソコンを開いて仕事をしている人をよく見かけます。はい、スピードが速くてストレスも多いです。うさぎ店長の地元の友人たちはどんなお仕事をしていますか？私の地元の同級生は市役所や県庁などの公務員になったり、地元の銀行で働いたりしている人が多いです。あとは実家の農業やお店を継ぐ人ですね。地元には大きな会社があまりないので、どんな仕事を選ぶかという選択肢はとても少ないです。確かに東京と比べるとお給料は少し安いと聞きました。賃金の水準はどうしても下がってしまいますね。でも前半で話した生活費のことを思い出してください。東京は給料が高くても家賃もものすごく高いです。田舎は給料が安くても家賃が安くて生活費があまりかかりません。そうなんですよね。東京で働いている私より
地元の工場で働いている友人の方が早くから結婚して大きな一軒家を建てて車を2台持っていたりします。生活はとても豊かなんですよね。給料が高いから幸せというわけではないとよく気づかされます。本当ですね。それに最近はパソコンとインターネットがあればどこでも仕事ができるリモートワークが増えました。都会の会社に所属して高いお給料をもらいながら家賃の安い田舎で生活するという新しい働き方も人気になっています。それは最高ですね。私もいつか自然が豊かな地元に戻って東京の仕事をリモートで続けられたらいいなと考えています。満員電車に乗らなくていいですし、週末は庭でバーベキューができますからね。素敵な夢ですね。私もいつか自分の地元でうさぎちゃんの日本語カフェを開くのが夢です。地域の皆さんが集まってお茶を飲みながら楽しくおしゃべりできるような温かい場所にしたいですね。その時は私が最初のお客さんになりますよ。車を運転していきます。嬉しいです。ありがとうございます。さて、リスナーの皆さん、今日は日本の田舎と都会の違いについて人間関係と仕事の面からお話ししました。皆さんの国でも田舎と都会で同じような違いはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日のポッドキャストはこの辺で。さようなら。